史実とされるイエスの発言から想起するその性格。イントロダクション。イエス・キリストの歴史的実在性については、様々な議論が存在します。しかし、福音書に記された彼の言葉や行動から、その人物像や性格を読み解くことは可能です。今回は、史実として認められている発言をもとに、イエスの人物像に迫ってみましょう。特に注目したいのは、彼の言葉に込められた深い思想性と、当時の社会に対する革新的な姿勢です。また、その教えが現代社会にも、大きな影響を与え続けている点も見逃せません。愛と慈悲の教えて。イエスって怖い人だったのだ。それとも優しい人だったのだ。歴史的な記録からどんな性格だったかわかるのだ。実は慈愛に満ちた人物だったことが分かっているの。イエスの発言の多くは愛と慈悲を説くものだったの。例えば、敵を愛し、あなたを迫害する者のために祈りなさいという言葉からは深い慈愛の心が伺えるわね。それから、隣人を自分のように愛しなさいという教えは当時としては革新的な考え方だったの。これらの言葉は単なる理想論じゃなくて、彼自身の行動によって実践されていたことも大事なのよ。革新的な思想家。当時の人たちと喧嘩ばかりしてたって聞いたのだ。特に宗教指導者たちと対立が多かったって本当なのだ。どうしてそんなに対立したのだ。特に安息日は人のためにあるのであって、人が安息日のためにあるのではないっていう発言は、当時の宗教指導者たちの形式主義を真っ向から否定するものだったの。これは彼が革新的な思想の持ち主だったことを示しているの。それから、律法学者やパリサイ人たちよ、あなた方は偽善者だっていう厳しい言葉も残されていて、既存の宗教制度に対する批判的な姿勢が明確に現れているわよね。この対立の背景には、形式的な宗教実践よりも人々の心の変革を重視する彼の姿勢があったのよ。謙虚な指導者。でも偉い人だったのだ。多くの人が従ってたって聞いたのだ。どうやって人々を導いてたのだ。確かに多くの人から師として慕われたけど、私は柔和で謙遜なものですっていう言葉を残しているの。それから、弟子たちの足を洗うという謙虚な行為からも、権威主義的ではない性格が見て取れるわね。あと、人の子は仕えられるためではなく、仕えるために来たっていう言葉からも、その謙虚な姿勢が伝わってくるわね。この謙虚さこそが多くの人の心を動かした要因の一つね。正義の追求者。お金持ちの人たちとも仲良くしてたのだ。当時の社会ではどんな立場だったのだ。特に貧しい人たちとの関係はどうだったのだ。実は金持ちが神の国に入るよりも、ラクダが針の穴を通る方がまだ優しいっていう厳しい言葉を残しているの。これは物質的な富よりも精神的な価値を重視する姿勢の表れね。同時に徴税人や罪人とされた人とも積極的に交わっていて、私は正しい人を招くためではなく罪人を招くために来たって言ってることが、社会的な差別や偏見に対しても果敢に立ち向かう姿勢を見せているわね。この姿勢は当時の社会構造に対する深い洞察と改革への意思を示しているのよ。まとめ。史実として認められているイエスの言葉からは、愛と慈悲に満ちた人物であり、同時に社会の不正に対して、毅然とした態度を示す革新的な思想家であったことがわかります。また、その謙虚な性格は、後世に大きな影響を与えることとなった。彼の教えの本質的な部分を形作っていると言えるでしょう。今日の動画はここまで。最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、歴史上の人物に関する情報を5分以内の短くまとめた動画を毎日投稿中。歴史人物に興味があるなら、チャンネル登録や他の動画も見てみてね。